皆さんこんにちは、ことなです。車で移動中にトイレで困ったということはありませんか？今はかなり田舎の方に行ってもコンビニや深夜営業しているスーパー、道の駅なんていうのが増えたんで、昔に比べるとかなりそういうケースは減ったような気がします。車中泊をする場合もあらかじめトイレのあるところを確認して、そういうところで行えば安心ですし、それが基本だと思います。ただ一方ですね、トイレ設備のない駐車場とか野営地っていうのもまだまだたくさんありますし、前はあったんだけれども、利用者のマナーが悪くって撤去されたり使用禁止になるなんていうケースも最近は増えてきています。なんでまた急にトイレの話かというとですね、以前に浜辺の3連休車中泊っていう動画を上げているんですけれども、ここもですねトイレのない、駐車スペースなんですけれども、高速下のですね、草むらとかそっちの方に目をやりますとね、こう点々と白いものが落ちてるんですよ。でよく見るとですね、ティッシュペーパーなんですね。多分ポケットティッシュかなんかだと思います。でね、みんなこう砂から少しこうはみ出てるような感じで点々とあって、そんなとこにそれだけの数あるってことは明らかにですね、トイレとしてその一帯を使ってるっていうことなんですよね。それ見たらね、ちょっとゾッとしちゃって、あとはね、道の駅で止まった時もね、100メーターぐらい行ったところに綺麗なトイレあるんですよ。あるんですけどね、夜中結構車がガラガラっとこうスライドドアが開く音がしてね、10歩ぐらい足音がこう聞こえてたと思ったら、急に止まったらジャバ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 って音が聞こえてくる。いわゆるですね、その立ちションベンっていうのをその歩道脇の植え込みとかそういうところでする人って実際にいるんですよ。だからそういうことをするから車中泊禁止とかね、キャンプ禁止なんて場所が増えてしまうんでね、この動画をご覧になっている方はね、そういう方いらっしゃらないと思いますけど、みんなでね、その辺のマナーっていうのは徹底して守っていくようにしましょう。というわけで本題です。今日は緊急時、あるいはめんどくさくなったなっていう時のための、車中簡易トイレのご紹介をしたいと思います。まず一つ目はこれです。ホームセンター等でよく売られている携帯用トイレです。僕のはね、カインズで、3枚1組で3、400円で売っているやつなんですけど、これを3つから4つ、車のこの予備品入れるところにですね、常備しています。で、実際にね、よくこれ僕はね、使います。中身こんなんですけどね、中にこう凝固剤が入っていて。で、どんな時にね、使ってるかというと、雨が激しく降ってて外に出たくない時とかね、特に冬寒い時でトイレに行くの嫌だなと思った時に、もう迷わずこれを使うようにしています。下手に我慢するとですね、膀胱炎とかになってしまうので、持ってる場合はね、積極的に使った方がいいですよ。特に女性の方の場合はね、膀胱炎に男性よりなりやすいのでね、後が厄介ですから、積極的に使った方がいいと思います。で、この手の商品には2つのタイプがあります。一つはこれみたいに、この開口部のね、片方が長くなっている、いびつな形になっているやつと、もう一つはね、これがね、まっすぐのものと、2つタイプがあります。購入するんだったら必ずですね、この片方が、せり上がってる、このいびつなタイプ、直線じゃない方ね、これをね、おすすめします。っていうか、それを買ってください。なんでかっていうとですね、直線のやつだと、これ体にね、やっぱり男性も女性もこうフィットしないとならないんですけど、この形だとね、ここが股間の部分だとしたら、フィットしやすいでしょ。で、袋はこう下向いてますよね。ところがね、これ直線だった場合、体にフィットさすと、袋が横向いちゃうんですよ。でね、おしっこってね、人が考えている以上に結構1回の量多いんですよね。だいたいね、200ミリから400ミリぐらいだそうです。1回の量が。
なんでね、思った以上にたくさん出るんで、こう横向いてるとね、こっからね、漏れることがあります。実際ね、初めて僕使った時、失敗してね、溢れたことがあります。なのでね、この直線のやつっていうのは本当に、やっぱこの袋こういう形で下向きに使わないと意味がないので、こういう形だとね、例えば男性の場合、こういう形で使ったとしても、直線だと、しっかりこう奥まで入れないといけないとかね、あると思うんですけど、この部分がね、結局金隠しと和式便所の、あれと同じ役割をするんでね、跳ね返りもなくですね、ここに、そんな中までこう、入れる必要もなくて、することができます。でね、女性の場合は逆にこの形じゃないと、体にフィットさすことがやっぱり直線だとね、できないんですよ。本当にすぐ溢れてきちゃいますから。だから、この形になってるとね、この股間の部分だとしたら、こう当てれば、袋は下向いてるでしょ。だから、ちゃんとここにね、溜まっていくんですよ。溢れることないですから。なので、特に女性はね、このタイプじゃないと、使用に非常に難があると思いますのでね。まあ今見てるとね、直線だいぶ減ってはきてます。カインズなんかでも両方の種類並んでるんですけど、こっちが多いです。でね、多分ね、直線のやつは、これ基本的にね、小便用なんですね。だけど、直線のやつはね、ある意味、大便子供だったら大便なんかにも使えるように直線になってるのかもしれないですね。それがまだ残ってるのかもしれない。うん。ただ、今出回ってるのはね、このタイプがかなり多くはなってきましたよ。なので、まず小便対策ということでね、これを持っておかれた方がいいと思います。車内でのこれの使い方なんですけれども、周りから見られないようにするっていうのは当然なんですけれども、女性の方も男性と同じように立ってする。俗に言う立ち小便スタイル。これでね、行っていただくのがいいかと思います。で、実際に車の中でね、高さこんなもんしかハイルーフでもないので、立つということは無理なので、このように膝立ちをします。で、少し広めに足を開いてですね、これを開いて、股間にしっかりとこう当てて、で、用を足します。男性も女性も同じ。あとは、ここに白い粉が入ってんの分かります？凝固剤なんですけど、これがゼリー状に固めてくれますから、だいたいこの口のところって、ジップ式になってるんでね、これをしっかり、合わせて閉じたら、こういうゴミ捨て用の黒い袋がだいたいついてますのでね、この中にそれを入れて、で、空気を抜いて、しっかり口を閉めて、その状態でお家へ持って帰って、生ゴミとして捨てると。これで完了です。はい、今までのは小便に限ったお話でした。じゃあ、大きいのがしたくなったらどうするのってことだと思うんですけれども、これはですね、緊急災害時用の簡易トイレというのが、いろんな形、材質のもので出回っています。で、大体ですね、座るタイプで、組み立て式、大きさ的には、小型の洋式便器ぐらいの大きさになります。かさばるんですけどね、実際に、アウトドアとかで、それを持ち運んでいる方も結構いらっしゃるようです。ただ、あくまで非常時に車の中で使うということを前提にするならば、使用頻度は極めて低いですし、そうかといって持ってないといざという時に困るという代物ですから、まずは極力コンパクトであること、これがね一番重要かなという気がします。そういう意味では、洋式タイプと和式タイプと言ったら和式タイプの方が簡易的で軽量化コンパクト化は図れると思います。ただ、車内での利用となると、床面が、結構不安定なんで、不安定な車内で使うことを考えると、座る洋式タイプの方が体をしっかりホールドするし、落ち着いて用を足せると思います。僕は洋式タイプで超ミニ携帯トイレを自作しています。それがこちらです。
ホームセンターで1200円で買った、バンドックの折りたたみ式椅子です。で、この座面をね、こうやって丸を描いて、1、2、3、4、8等分にハサミでこう中央から入れてってですね。で、内側、よいしょ、こちら側に折り込んで、ほつれ止めをずーっとしまして、余分な布を切って捨てると。DIY はこれで完了です。使い方は簡単です。こうしたね、お物を入れる袋。まあ、この黒いね、ゴミ袋みたいなやつ。これをここにセットしてこうやってかぶせます。で、ここに、凝固剤。これをですね、ザーッと入れます。そしたらですね、この上に、こうやって座って、用を足します。で、まあ、今、大きい方するわけにはいかないし、小をするわけにはいかないんですけどね。例えば、今、小の代わりに、ちょっとお水をね、これ半分だと250ぐらいなんで、まあ、今こうやって入れました。入れたらですね、これだから今、小便をしたと思ってください。まあ、うんちくんでもいいですよ。そしたら、こうね、中の空気をなるべく出して、それで、縛ると。空気がいっぱい入ってるとね、かさばりますからね、なるべく空気が出した状態で、今これね、ほら、凝固剤を入れたんで、尿が全部ね、尿っていうか、尿の代わりに入れた水ですけど、もう、なんていうの、ゼリー状。感じとしてはね、おからを触ってるぐらいの硬さですよ。もう固形になっちゃいました。で、これを、このままだとね、これは匂いがだんだん時間が経つと持ってくるので、こういう、消臭、防臭袋、これに入れます。だからこれもまたしっかり空気を抜いて、縛ると。はい。で、これをこのまま持ち帰って、お家で生ゴミとして捨てる。これだけです。で、僕はね、一応、心配なんで、万が一漏れたらね、ほんと最悪なんで、もう一つこれをさらにね、入るぐらいの大きさ、だいたいこのくらいの、L サイズかの、ジップロック、ジッパー付きの袋、あれにさらに入れて、持って帰るようにしています。で、ここで一つ注意です。先ほど入れたお物を入れるね、黒い袋。これはね、100均とか、それからレジ袋、こういうもので代用するというのは絶対やめてください。漏れたらほんと大変です。こういう絨毯とかね、敷物やなんかもね、洗ったって取れないですよ。もう捨てるしかないんで。大変なんで、必ずね、きちんとした専用のもの、まずかろう安かろうはダメですからね。使うようにしてください。で、そこでおすすめなのはですね、まず、こちら。有名な、驚異の防臭袋、ボスです。で、これのね、メーカーが同じように出している、これ。非常用匂わないトイレセット、50回分ということで、ボスのやつなんですけど、これね、おすすめします。これでね、4000円、500円するんですけどね、あまりこういうのはケチらない方がいいです。で、中身はね、開けますと、まあ、説明書と、で、これね、車用じゃなくて、お家のトイレで水が出なくなった時に、便座にかぶせて使うもんなんですね。だからまず便座にかぶせる、こういう丈夫な青い袋がね、2つついてます。2つっていうのは、これは、50回、2人で5日分っていう形なんでね、2人分で、ということで2枚ついてます。で、それ以外に、なんかね、こんな感じですね。こんな感じ。こちらにね、まあ今使っちゃってるから少し減ってるんですけど、凝固剤が50個。
それからこれがお物入れの黒い袋、ゴミ袋みたいなのが、45リットルのゴミ袋と同じ大きさだそうです。これがやっぱり50枚。それと、ボスですね。防臭袋。これがやっぱり50枚。これがね、セットになってます。で、使い方等はね、ここにちゃんと説明書がこうやってついてまして、これを見れば誰でもわかるということですね。これね、おすすめします。他のメーカーのものもありますけどね、このボスはかなり、防臭という意味ではね、本当に驚異の、防臭効果を、発揮しますので、非常にいいかと思います。で、僕はね、これをね、じゃあ車にこのままいつも置いてるのかっていうと、そうじゃなくて、よいしょ。ここのね、予備品の中にいつも入れてるんですけど、こんな形。1回分の凝固剤とお物袋と、防臭袋ボス。これをこの100均で買った、ちっちゃいジッパー付きの袋。これで1回分として、ここに5つ常に持ってます。あと最初に紹介したカインズで買った携帯トイレ。これがね、3つ。こんな感じでね、常に車のここに、予備品と一緒にここに置いております。何かあったら使うということでね。幸いなことと言っていいかどうかわかんないんですけど、トイレが近くにあるところばかりね、選んで、車中泊なり、野営なりしていますので、今のところね、こいつ、それから、これ、乗せてはいるけど、実際にこれを使う羽目になったことはないです。携帯用の、小便用のカインズで買った。あれは頻繁に使いますけど、これはね、まだ使ったことはない。ただ、これ車中泊とかだけじゃなくて、災害時にもね、十分使えるものですから、用意しておいて損はないなとは思います。車載取得っていうのはいいと思いますよ。だから、なるべくコンパクトな方がいいでしょ。これいつもこれのね、一番、ルーフラックの一番隅っこの方に、めったに使わないんでね、入れてます。はい。車中泊野営時のトイレ事情ということで、超ミニ携帯トイレの作り方と使い方、お話ししてきました。陽気もですね、これからどんどん良くなって、外へ出る機会が増えると思います。これを機に、いざという時に備えてみてはいかがでしょうか。ということで、よろしかったらチャンネル登録、高評価、ポチ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、バイバイ。